ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、大手ゲームメーカー、任天堂のアメリカ法人で起きている、ちょっと穏やかじゃない労働問題の話題についてよ。現在、任天堂アメリカが従業員からの労働苦情に再び直面しているというニュースが入ってきているの。任天堂って言ったら、マリオとかゼルダとか、夢と希望の国みたいな会社やないと？そんなところで、労働問題ってなんかイメージ合わんね。どげんことになっとると？そうなの。だからこそ注目されているニュースなのよ。今日は任天堂アメリカに対する新たな告訴の内容、そして過去に起きた同様のトラブルと和解の裏側、さらにスイッチ2発売を控えた社内の不穏な動きについて徹底的に解説していくよ。スイッチ2でみんなが待ちわびとったあれやろ？その裏でそんなドロドロしたことが起きとるなんて知らんかったばい。こりゃ詳しく聞かんといかんね。最後まで見れば華やかなゲーム業界の裏側で何が起きているのかしっかり理解できるはずよ。それは楽しみ。いや、ちょっと怖いけど気になるね。みんなも気になるやろ？それじゃあ早速本題に入っていくわね。ゲームファイルというメディアの報道によると、スイッチ2の製造元である任天堂が労働者の組織化、つまり労働組合を作ろうとする動きに関連して国の法律に違反したとして新たな告訴を受けているの。労働者の組織化って、要するにユニオン、組合を作る権利ってことやね。それを邪魔したってこと？その疑いがあるってことなの。今回の告訴はね、昨年の12月17日と今年の1月6日に提起されたばかりの新しいものなのよ。訴えられたのは任天堂だけじゃなくて、技術請負サービス会社のテックシステムズという会社も一緒なの。テックシステムズ？それは任天堂の子会社なん？これは外部の派遣会社とか契約会社みたいなものね。任天堂アメリカは多くの業務を外部の契約社員に頼っているんだけど、その契約社員を管理している会社の一つと考えていいわ。で、告訴内容なんだけど、どちらも NLRA 国家労働関係法の条項に違反していると列挙されているの。NLRA、なんか難しか言葉が出てきた場合、横文字は苦手やけん、わかりやすく教えてくれん？大丈夫、簡単に説明するわ。今回問題になっているのは NLRA の 8A4 と 8A1 という違反行為なの。まず 8A4 は解雇及び採用拒否を含む報復のことよ。採用拒否とか解雇？それって会社に逆らったやつはクビにするぞってこと？めっちゃブラックやん。そしてもう一つの 8A1 は共謀行為と言われていて、報復や解雇、懲戒なんかが含まれるんだけど、ゲームファイルによるもっと詳しい説明があるの。8A1 は雇用主が従業員の自主組織化の権利を妨害したり制限したりすることを禁止している法律なのよ。自主組織化の権利ってさっき言ってた組合を作る権利のことやね。その通りよ。具体的には労働組合を結成、加入、または支援することや自ら選んだ代表者を通じて団体交渉を行うこと、そして相互扶助や保護を目的としたその他の共同活動を行うことを妨害してはいけないっていう決まりなの。なるほどね。つまり従業員が待遇良くしてくれで団結して交渉しようとしたら、会社側がお前ら余計なことするなって圧力かけたり邪魔したりした疑いがあるってことやね。任天堂みたいな世界的企業がそんなことしていいと？もちろん法律違反になればダメなことよ。今回の労働争議の具体的な詳細、つまり誰が何を言ったからどうなったという細かい部分はまだ不明なんだけど、実はね、任天堂の従業員が NLRB 全米労働関係審議会に労働慣行を訴えたのはこれが初めてじゃないのよ。前にもあったと？常習犯ってこと？数年前にも大きなニュースになったの。任天堂の北米本社で大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルなどのゲームをテストしていたマッケンジー・クリフトンさんという方のケースがあるわ。スマブラのテスターさん。ゲーム好きなら誰もが知っとる神ゲーやん。その裏方さんがどうしたと？マッケンジー・クリフトン氏は2022年にゲームファイルに対してこう語っているの。オンライン会議中に当時の元社長であるダグ・バウザー氏に組合結成について言及したために契約が打ち切られたと考えているって。社長に直接組合作りたいって言ったら首切られたってこと？それ一番やっちゃいかんやつやんか。独裁国家か何かね。マッケンジー・クリフトン氏はそう主張したのよ。これに対して任天堂側はどう対応したかというと、最終的に$26,000の損害賠償と未払い賃金の支払いで和解したの。
$26,000。今のレートだと400万円弱くらい？世界の任天堂にしては、はした金で解決したって感じやね。なんかモヤモヤするばい。確かに、金額だけ見ると、そう感じるかもしれないわね。でも、この和解は、同社が元テスターとの労働訴訟で和解してから、わずか数年後の出来事なの。そして、この訴訟をきっかけに、パンドラの箱が開いたように、当時、及び元契約社員の多くが声を上げ始めたのよ。みんな我慢しとったんやね。どんな不満があったと？多くの契約社員が低賃金と搾取されていると感じていると訴えるようになったの。任天堂アメリカでは正社員と契約社員の間で待遇に大きな差があることが以前から指摘されていたのよ。で、ここでみんなにお願いがあるの。もしこの動画が面白いなって思ったらぜひチャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。それじゃあ話を戻すわね。契約社員たちからの搾取されているという声を受けて、任天堂はどうしたと思う？そりゃ、全員正社員にして給料をアップさせた。なんて甘い話はないやろうけど。半分正解で半分間違いね。その後、任天堂は一部の契約社員を正社員に昇格させたの。でも、一方で他の社員を解雇したりもしたのよ。飴とムチってやつ？おとなしいやつは社員にしてやるけど、文句言うやつはいらんって選別したようにも見えるね。毒舌でごめんやけど、企業のやりそうな言葉い。そういう見方をする人もいるわね。そして今、新たな心配事が浮上しているの。それがみんなが待ち望んでいた次世代機スイッチ2に関することなのよ。やっとスイッチ2の話が出た。でもこれと労働問題がどう関係すると？ IGN という大手ゲームメディアが去年の秋に報じたんだけど、スイッチ2のホリデーシーズン、つまり発売に向けて一番忙しくなる時期を前に、社内で懸念が広がっていたそうなの。どんな懸念なん？まさか発売延期とかやないよね。それは、任天堂がカスタマーサービス業務の海外パートナーへのアウトソーシングを拡大するのではないかという懸念よ。アウトソーシングって業務委託のことやろ？海外に投げるってことは、今いるアメリカのスタッフはどうなるん？そこが問題なの。海外へのアウトソーシングが進めば、現地の契約社員の仕事が奪われる可能性があるでしょ？スイッチ2が出るとなれば、問い合わせ対応とかでカスタマーサービスはめちゃくちゃ重要になるはずなんだけど、それをコストの安い海外へ外注しようとしているんじゃないかって不安が広がっているの。なるほどね。スイッチ2で儲けるために現場の人件費を削ろうとしとるってわけか。素晴らしいゲームを作る会社やのに、作っとる人や支えとる人を大事にせんのは悲しかね。そうね。今回の新しい告訴も12月17日と1月6日という、まさに年末年始の忙しい時期に提起されているのがポイントよ。スイッチ2という超大型プロジェクトが動いていた裏で、働く人たちの権利を守るための戦いが再び激化しているということなの。ゲームは楽しいけど、その裏で人が泣いとると思うと複雑な気分になるばい。ネットのみんなはどう思っとるん？今回のニュースに対してネットユーザーからはいろいろな反応があるわよ。いくつか紹介するわね。どんな辛辣な意見があるか楽しみやね。まず多かったのが、任天堂は夢を売る企業だと思っていたのに、実態がこれではがっかりだという失望の声ね。やっぱりブランドイメージとのギャップにショックを受ける人は多いみたい。そりゃ、相対。マリオがコイン集めるみたいに、会社もお金集めに必死なんやって皮肉りたくもなるばい。次に、アメリカの労働法は厳しいから、もし本当に違反しているなら、大きな制裁を受けるべきだ、とか、組合結成を妨害するのは時代遅れだ、という、労働者の権利を支持する意見も目立つわ。アメリカって、そういう権利意識強そうやもんね。ユニオンは必要不可欠って声が大きくなるのは当然たい。あと、過去の和解金について$26,000で和解って、任天堂にとっては痛くも痒くもないだろう。これじゃ抑止力にならないっていう鋭い指摘もあったわ。それ、私もさっき言ったばい。罰金が安すぎたら払えばいいんでしょ？ってなって、また同じこと繰り返すかもしれんもんね。その通りね。一方で、企業として利益を追求するためにコストカットやアウトソーシングをするのは経営判断として仕方ないという少し冷ややかだけど現実的な意見も見られたわ。まあね、スイッチ2が高くなりすぎるのも嫌やし、安く提供するためにコスト削れっていうのも消費者心理としてはあるかもしれんけど、でもそれが違法な労働組合潰しにつながるのは別問題やと私は思うけどね。葵、今日は珍しく真面目なこと言うじゃない。たまにはね、すみれにばっかりいいとこ取られたくないけんね。ふふ。
そうね。今回のニュースは単なる揉め事というだけじゃなくて、ゲーム業界全体が抱える契約社員への依存や労働環境の改善という大きな課題を浮き彫りにしていると言えるわ。スイッチ2の成功も大事だけど、それを支える人たちが安心して働ける環境であってほしいわよね。ほんとそれ。楽しくゲームしたいけん、作る人たちも笑顔でいてほしいばい。任天堂にはゲームの中だけじゃなくて、現実世界でもヒーローになってほしいもんやね。ということで、今日は任天堂アメリカが直面している新たな労働訴訟と、その背景にある組合問題やアウトソーシングの懸念という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？任天堂しっかりしろって思ったか、企業ならこれくらい普通って思ったか、みんなの正直な意見が聞きたいばい。今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。